皆さんこんにちは。書道家の東宮匠です。こちらの動画では初心者の方向けとしてこちらの、ドクターグリップというシャープペンシル、濃さ太さの方は 0.9mm ですね。パイロットのドクターグリップ、こちらを使いまして、ひらがなをゆっくり解説を交えながら書いていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただければと思います。では早速まず「あ」から書いていきます。ひらがなの「あ」から書いていきます。まず1画目ですけれども、真横ではなくて少し右肩上がりで持っていきます。1画目少し右肩上がり、2画目はこの中心を通るように書き出しと書き終わり、少しカーブで持っていきます。2画目少しカーブで持っていきます。3画目、ひらがなの「の」を書くように大きくカーブを描いて最後は払っていきます。3画目、1回止めて大きくカーブを描いて最後はスッと、最後この部分ですね、払っていきます。1画目は少し右肩上がり、角度をつけます。2画目の書き出しと書き終わりが同じラインに来るように持っていきます。そして、大きく回す、この部分が大きくスペースが空くということですね。そして最後は勢いをつけてしっかりスッと払っていく。これが、あの書き方になります。続いて、ひらがなの「い」を書いていきます。1画目から2画目、シャープペンシルの流れが非常にポイントになります。1画目、1回ここで止めてスッと跳ねる。ここからこうつなげるというイメージですね。一筆書きのようなイメージで書いていきます。1回ここで止めてから一筆書きのようにつなげていくイメージ。全体としては少しカーブで、1画目2画目ですね、カーブで持っていくと形が取りやすいです。続いて3文字目「う」を書きます。ひらがなの「う」です。1画目この辺りですね、1、そして2画目この辺りから最後は払っていきます。2画目最後は真ん中で終わるようにスッと払います。ここですね、払っていく。ここに大きくスペースを空けるように、全体としては、縦長の長方形の中に収まるというイメージですね。続いて「え」を書きます。1画目はこの辺りからここですね、1画目スッと書いて、2画目、少し持ち上げて斜め真下真横、ちょっと難しい動きですけれども、書いていきますね。右肩上がり斜めで持ってきて1回止めます。斜め下にぐーっと直線で持っていきます。ちょっと一回離してしまいますが、ここの線、仮にこれが2センチだとすると1センチ半分返すイメージですね。半分来た道を戻しておいて真下から真横に持っていくと。はい、ちょっと動き難しいですが、一回ここで止める、ここも一回止めると。で折り返して真下、ここがちょうど中心ラインですね。真ん中に来るよと。ここが真ん中に来る。そして最後は真横に持っていく。大体ここですが、下のライン、ここと最後真横に持っていくところ、高さを揃えてあげると安定感が出やすいですね。はい、どんどんいきましょう。続いては「お」を書きます。1画目はこの辺りから、これもやはりあと同じように1画目真横ではなくて少し右肩上がりで角度をつけて持っていきます。少し肩上がり、1回止めます。2画目真下に来てから大きく返して点、ここまでが一連の流れですね。いきます。真下に落とします。垂直線
くるっと返して大きく回して一回、離れますけれども、紙から離れますが、流れとしてはこのまま続けて三角目に持っていきます。1画目は少し右肩上がりですね。はい、ここで小さく三角形を作って、ここですね、ここで大きくスペースを空ける。そしてここから2画目から3画目つなげるようにして運んでいくということですね。はい、では続いての隣ですね、かを書きます。か行ですね。かきくけこ書いていきます。ちょっと手元を汚さないようにごめんなさい。ブレてごめんなさい。すいません、失礼しました。ちょっと下敷きの方手元置かせてください。続いて、かを書きます。1画目この辺りから1回止めて跳ねます。1回ここで止めて跳ねます。2画目、そして3画目。はい、こんな感じですね。1回ここでしっかり止めて跳ね上げる。ここに2画目と3画目、1画目と3画目ですね。失礼しました。ここのスペースしっかり取っていくとすっきり見えますね。はい、続いて、かを書きます。かきくけこの、ごめんなさい、かの次ですね。失礼しました。きですね。かきくけこのきです。1画目少し右肩上がり、2画目も平行になるように右肩上がりで書いていきます。少し角度をつけて、もう一本平行になるように角度をつけて、3画目少し反らして1回止めて抜きます。そしてここからつなげるように最終角書いていきます。1本目と2本目が平行になるように右肩上がり、ここで1回止めてから最後の線につなげるように一筆書きのように書いていきます。はい、続いて、くを書きます。かきくけこのくです。一画ですね、隣にうがありましたが、縦長になるように1、2、1回止めて折り返すという動きですね。いきます。1回止めて折り返すと、書き出しと書き終わりの高さが揃うように、ここは1回止めてということですね。はい、続いてけを書きます。かきくけこのけです。1画目左上この辺りから少しカーブで持ってきて1回止めて跳ねます。1画目から2画目つながるように2画目3画目柔らかくスッと払っていきます。優しく柔らかくスッと最後は払っていきます。ここですね、1画目から2画目つなげるように。で長さのここの横と縦の交わる位置ですが、左が長いよ、右は短いよということですね。でこれも大体ですが、ここの高さ、それから下のここの高さ揃えていく。最後はしっかり払い切ってということですね。はい、続いて、こを書きます。かきくけこのこです。先ほどのいを縦にしたような形ですね。1画目から2画目つなげるように1回止めてスッと抜いて1画目から2画目つながるように書いていきます。ここで1回止めてからつながるように書いていきます。はい、では続きまして
作業ですね。さしすせそ。まず、さから書きます。さは先ほどのきとほぼ同じ形です。1画目、少し右肩上がり。右肩上がり。右斜め上ですね。少し反らして、スッと抜いて、つながるように、次の線につながるように書いていきます。1画目、ここですね。右肩上がり。1回止めて、ここで止めて、つながるように書いていく。ということで、先ほどの木とほぼ同じ形ですね。はい。では続いて、しを書きます。さしすせそのしです。これも、一画の画数少ないひらがなですが、書き出し真ん中ではなくて少し中心から左にずれたところから書いていくと、この枠全体が使えるということですね。真ん中よりもちょっと左から真下に落として右斜め上にスッと払っていきます。中心から少しずらしたところからスタートして、ここですね、大きくスペースを取り、最後は払い上げる、止めないでスッと抜くと、勢いをつけてスピードが大事ということですね。はい、続いてすを書きます。さしすせそのすです。1画目、まず横画ですね。1、2という筆順になりますが、横画しっかり長さを出して書いていきます。ピタッと止めて、で2画目、中心よりもちょっとずらしたところから真下に落として軽く止めてから、大きく白いところを開けて、最後は払っていきます。縦と横の交わる位置、左が長く、右が短く。でこの白いところを大きく、ここですね、この白いところを大きく開けて、最後はスッとしっかり勢いをつけて払い切ってください。続いてせを書きます。さしすせそのせです。1画目、横画から1、2、3という筆順ですね。1画目、ぐーっと長さを出して止めます。2画目、1回止めて跳ねます。跳ねたこの流れでもって3画目、縦から横にぐーっと出して止めて終わります。ここですね、1回止めて2画目から3画目、つながるように書いていきます。はい、では続いてそを書きます。さしすせそのそを書いていきます。これも一画ですね。止めて止めて止めて反らしてという動きです。いきますね。一回止めて直線でいきます。止めてまっすぐ来て止めて、最後は少し反らして終わります。1回2回3回止めて止めて止めて、最後は少し反らしてカーブで書いていきます。はい、続いては、立ちつてとですね。まずたから書いていきます。1、2、3、4という流れですね。1画目、この辺りから少し右肩上がり、斜めで持っていきます。右斜め上、ピタッと止めて、2画目も直線でまっすぐ持っていきます。
そして最後ここのスペースに先ほど書いた「こ」を書くイメージですね。1画目から、この、全体では3画目ですけれども、3画目から4画目つなげるように小さくこう書くと、いうことですね。1画目まっすぐ斜めにまっすぐで持っていく。2画目とこの「こ」の動きの部分ですね。ここにちょっとスペースを空けるとすっきり見えると。この部分はつなげるように流れで書いていきます。続いて「ち」を書きます。1画目少し右肩上がり、1画目ピタッとここで止めます。2画目止めて「つ」を書くイメージで書きます。中心ですね。この枠の中心からスタート。1回止めて「つ」を書く形で最後は放っていきます。2画目ですね。ここで1回止めて中に大きくスペースが作るように払ってカーブで曲線で持っていきます。次が「つ」ですね。立ちつてとの「つ」です。今書いた「ち」の最後の動きを大きくここに書くと卵型楕円形で書いていきます。大きくカーブで最後は勢いよく払っていきます。先ほどと全く同じ動きを大きく書くということですね。中はしっかりスペースを空けて勢いをつけて最後は払っていきます。次は「て」を書きます。これも画数少ないですが一画ですけれども、1回止めて反らして大きくこの枠全体を使うように大きく書いていきます。1回軽く止めて反らしていきます。ここの止めたところと最後の止めるところ同じラインになるように同じ高さになるように書いていきます。続いて「と」を書きます。立ちつてとの「と」です。1画目斜めに来て2画目ぐーっとカーブで持ってきて最後は真横で終わるということですね。1画目斜めに持ってきてピタッと止めます。2画目大きくカーブで持ってきて最後は真横になるように持っていきます。ちょうどこの1画目と2画目ぶつかるところここですね。大体ですけれども90度でこうぶつかるイメージです。大きくカーブで持ってきて最後は真横に持っていくと、ここは大きくスペースを作っていきます。では続きまして、な行ですね。な、に、ぬ、ね、のを書いていきます。まず、1文字目、な行の1文字目、なですね。1画目少し右肩上がり。2画目斜めにまっすぐ持っていきます。続いて3画目から4画目つながるようなイメージですね。一筆書きのようにここで1回離れますけれども一筆書きのようにつなげるイメージで書いていきます。ここですね、1回線は切れますけれども流れとしてはつながるように書いていくというのがポイントですね。続いて2ですね。1画目左上この辺りからスタートです。少しカーブで持ってきて1回止めて跳ねます。1画目から2画目つなげるように2画目から3画目やはりつなげるように一筆書きのように書いていきます。つなげるようにここから3画目つながるように
書いていきます。続いてぬを書きます。何ぬねののぬを書きます。1画目少し内側に入れます。少し内側に。1画目よりも高いところからちょうど真ん中からぐっと斜め下を下ろして大きくカーブを描いて最後はくるっと返して書いていきます。1画目よりも2画目が高いところ、ちょうど2画目は真ん中からですね高くなると、ここのところは大きくスペースを取っていきます。で下のラインこことここですね、下のラインが揃うように書いていきましょう。はい、では続きましてね、何ぬねののねを書いていきます。1画目は真ん中よりもちょっと左からスタート。この辺りですね、真ん中に縦を引くのではなくて少し左から書いていきます。1画目まっすぐストンと落として止めて止めて大きく回して最後も大きく返していきます。ここですね、1回2画目止めてここも止めて、あとは一気に大きく、この部分スペースを大きく取るようにですね、小さくならないように大きく大きく返していきます。はい、続いてのを書きます。1画目ちょうど真ん中からここも大きくですね、大きく返していきます。1回止めて持ち上げて大きくカーブを描いて最後は払い切って終わります。ここのスペース左は狭く右が大きくなるよと。でこの返すところと最後の払い切るところの高さを揃えてあげる。最後はスピードをつけてスッと払い切っていきます。はい、続きまして今度は、は行ですね。はひふへほ書いていきます。まず、はからですね書いていきますが、1画目、左上この辺りからですね1回止めてスッと跳ねて1画目から2画目つなげるように止めます。そして真下から横にぐっと出して返していきます。はい、この刃の、バランスですけれども先ほど出てきた毛と非常に似てますね。1画目のここのお尻のところで1回止めて2画目につなげるように長く短くと上のラインと下のライン揃えていくよという形になります。続いてひを書いていきます。はひふへほのひです。これも一筆一画ですね。大きく大きくこの枠全体を使うように大きく書いていきます。ぐっと持ち上げて一回止めてぐっと持ち上げて落としていきます。ここ一番のポイントなんですが、一回ここで軽く止まりますね。でぐっと持ち上がる。でここでまた止める。ここが同じ高さに来るように、ここが下がってしまうことが非常に多いので、しっかりスピードをつけて持ち上げて高さが揃うように、書いてみてください。続いて、ふ、はひふへほのふを書いていきます。
1画目はこの辺りからですね、ちょうど真ん中、上中央から書いていきますが、1から2つなげるようなイメージですね。2、柔らかく持っていきます。そして2画目から3画目、さらには3画目から4画目、一筆書きのように、こうですね、1画目から2画目、2画目から3画目、3画目から今度はこちら飛んで4画目、一筆書きのように書いていきます。全体としては三角形の中に収まる、そんなイメージの、バランスになります。はい、続いて「へ」を書きます。へはそうですね、一画ですが少し、横長になるイメージですね。横長の長方形に収まるというイメージのひらがなです。ふっと持ち上げてスーッと下げてピタッと止めて終わると。持ち上げる長さよりも、落とす長さの方が長さとしては強いということですね。上げて下げてという形になります。はい、続いて「ほ」はひふへほの「ほ」ですね。ほは先ほど出てきた「は」とほぼ同じ形ですね。線が1本多いだけというイメージです。1画目この辺りから左上からスタートして1回止めて跳ねます。1画目から2画目つなげるように横線が1本、もう1本ですね、2本真下に持ってきてぐーっと横に戻して返していきます。軽くここで止めて2画目につなげるように、こっちが長くてこっちが短い、先ほどの歯と同じバランスですよね。はい、さてではどんどんいきましょう。続いて、ま行ですね。ま、み、む、め、も書いていきます。まずまですね。1画目長く、2画目少し短く、3画目は真ん中を通るよというひらがなになります。1画目少し長く、2画目少しだけ短く、ちょうど真ん中を通して真下から横にぐーっと出して折り返して書いていきます。はい、ここはもうちょうど真ん中ですね。左も右も同じ長さ、1対1、上が少し長い、下が少し短いと、垂直線まっすぐ持ってきて返していく、下のラインここを揃えていくということですね。はい、続いて「み」を書きます。まみむめもの「み」です。1画目この辺りから返して最後は払っていくよという流れですね。1回止めて返して横にぐーっと持っていきます。最後はスーッと優しく払っていきます。軽くここで止めて、軽くここで止めて折り返して、最後はカーブで持って払っていくという形ですね。はい、続きまして、むを書きます。まみむめものむ書いていきます。1画目この辺りから少し右肩上がり、ピタッと止めます。2画目まずまっすぐ落としてきてくるっと返して最後の3画目につながるようにここから3画目、つなげていく。
こですね、一回、線を切れますけれども、流れとしてはつながっていくということですね。はい。ここのスペース大きく開けていくよというのがポイントですね。はい。続いて目を描きますが、目は先ほど出たこのぬとほぼ同じ形です。目を描いていきます。先ほどのぬとほぼ同じ形です。1画目少し内側に入れて、1画目よりも2画目高いところから、ちょうど真ん中からですね、先ほどのぬと同じですね。1回止めて大きく大きくカーブで持ってきて、最後は払い切って終わります。1画目よりも2画目が高い位置から、ここのところ大きくスペースを空けて、最後は勢いをつけて払い切って終わります。はい、続いてもを書きます。このひらがなのも書き順がですね、横が先か縦が先か悩まれる方多いかなと思いますが、もに関しては1、2、3、縦からですね、くるっと返して横線が2本という流れで、書いていきます。もですね、いきます。ちょうど真ん中からスタートして大きくカーブで持っていきまして、こう払い上げると。そして横線が1本、2本と。はい、ここですね、カーブで持っていくよ。最後は勢いをつけてスッと払い上げる、止めないように気をつけてください。はい、続いて、やゆよを書きます。まず、やですね。やも書き順、少し間違いやすいというひらがなかと思いますが、1、2、3という流れになります。最初に、つの動きを書くということですね。やを書いていきます。つの動きを書いて、くるっと返して、2、3という流れになります。カーブで持ってきて、ここは止めずにスッと抜きます。ここのところしっかりスペースを取ると。はい。で、最後はぐっと長さを出して持っていくということですね。はい。続いて、ゆを書きます。やゆよのゆです。1画目、この辺りからスタート。1で大きく回して、2で持っていく。はい、いきます。ゆです。1回軽く止めて、大きく回して、スッと抜いて、ここもつなげるようにして、2画目、最後は払って終わります。ここですね、軽く止めて、そしてここで切れますけれども、流れはつながっているということですね。で、最後、この部分に関しては、しっかり、払い切って終わるという形になります。はい、続いて、よですね。やゆよ書いていきます。やゆよのよです。よは横角から1、2という筆順になります。まず横角、ピッと止めていくと。ちょうど真ん中、先ほどの間と同じですね。垂直線で真ん中通っていくよ。真下から横にぐーっと出して、折り返していきます。はい、2画目ですね。ちょうど真ん中を通るように、この枠の真ん中を通るように垂直線で書いていきます。ちょっと紙の方、変えまして、あともう少しですね。はい、ラリルレロ。まずラから書きます。はい、1画目、ちょうど真ん中からですね。
1、2画目つなげるように1回止めて、つの動き大きく回して最後は払い切っていきます。2画目ですね。ここで1回軽く止めて大きくカーブで書いていく。最後は払い切る。止めないよということですね。大きくスペースを取っていきます。はい、続いてリですね。ラリルレロのリ書いていきます。縦長のイメージですね。1、2、最後は払い切るというひらがなですが、1回軽く止めて跳ねます。ここからつなげるように、最後はスッ、柔らかく払っていきます。軽くここで止めてつながるような形で持っていく。最後ちょうどこの枠の真ん中で終わるように払い切って終わるということですね。はい。続いてル、ラリルレロのルを書いていきます。この一筆一画ということで、全体大きく、この枠全体を使うように大きく大きく、書いていきましょう。いきます。ルです。一回止めて、まっすぐ持ってきて止めます。大きく回して軽く止めて最後また返していくと。一回ここで止めてまっすぐ来て、ここでも一回止めると。直線で持っていく。前半ですね。大きくカーブで下の方を持っていくということですね。はい、続いて、レを書きます。1画目、先ほど出てきたネと同じように中心から少しずらしたところから1画目スタートです。ずらしたところ、中心から少しずれたところから縦掛け持ってきまして、1回止めてもう1回止めてぐーっとまっすぐ持ってきて軽く止めて最後はスッと払っていきます。1回止めて、ここでも止めてぐーっと持ち上げて、ここも軽く止めて最後は勢いをつけて払っていくということですね。はい。続いて、ロを書きますが、ロは先ほどのこのルとほぼ同じ動きになります。ルが書ければロも、書けるよという形ですね。いきます。ロです。1回止めてぐーっとまっすぐ来て止めます。大きく回して払い切る。最後は払うと。ルは返しましたけども、ロに関しては払い切って終わりよ。止めて止めて大きくカーブで持っていく。中はスペース大きく開けていくということですね。はい。あともう少しです。あとはおん3つですね。はい。まずは、書き出しは、ね、れと同じで真ん中からちょっとずらしたところからスタートです。ぐーっとまっすぐ落として止めます。2画目1回止めてもう1回止めて大きく大きくカーブを持ってきて最後は払い切ると。1回止めてここも1回止めて大きくスペース取っていきまして最後は払い切る。しっかりここ止めないようにご注意ください。続いて、おですね。はい、書いていきます。1画目1、2、3という筆順ですが、まず1画目ピタッと止めて、2画目ちょうどこのセンターですね、真ん中からスタート。1回軽く止めて折り返して
また真ん中戻ってきます。書き出しと書き終わり、真ん中に来るよ。最後は立ちつてとのとで出てきたような形。斜めに来てから真横で終わる。斜めにぐーっと来て最後は真横で終わっていきます。ここですね、2画目の書き出し。1回ここも軽く止めて折り返してちょうどまた真ん中戻ってくるよ。斜めに来てから最後は真横に書いていくということですね。はい、ではいよいよ最後ですね。んを書きます。和おのんです。1画目ちょうど真ん中から止めてスッと抜くよということですが、真ん中からスタート。1回軽く止めてぐーっとカーブで持ってきて勢いよくスッと最後は払い上げる。止めないように、ご注意ください。1回止めてここも軽く止めて最後はスピード勢いをつけてしっかり払い上げる。右斜め上に抜いていくという形になります。はい、ということで、以上でひらがなすべて書けました。ちょっと全体引いて最後ご覧いただければと思います。はい、こういった形でですね、ひらがな、あいうえおから、和音まで、書いていきました。使ったシャープペンシルがこちらですね、ドクターグリップの 0.9 ミリ。少し皆さんがお使いのものよりも若干芯太いかなと思いますけれども、ある程度太さがあった方が払いや羽がきれいに表現できるので、このドクターグリップの 0.9 ミリ、非常にこれ持ちやすくて疲れにくく、また書きやすいということで、これ非常におすすめです。ドクターグリップの 0.9 ミリを使って書いていきました。紙はですね、この紙に関してはこの、国語学習帳国語8マスというものですね。こちら使いました。100円ショップのダイソーで販売しているものです。1冊100円ですね。もうすぐ110円になりますけれども、今108円。こちらの方を使いました。はい。あと、下敷き、最後紹介します。使っていたのはこちらなんですけども、ちょっと使ってですね、少し汚れていますけれども、この柔らかいこの下敷きを使いました。こちらがこの厚さ 2.0 ミリ A4、ボールペン硬質用のソフト透明下敷き。これ非常にあるとですね、書きやすいです。あるとないとでももう全然違います。非常にこれが下に敷くだけで書きやすさ、本当にアップしますので、ぜひこちらの方も使ってみてください。動画の概要欄にですね、リンクも載せておきますので、よければぜひそちらの方もチェックしてみてください。というわけで、こちらの動画では初心者の方向けのシャープペンシルを使ったひらがなの書き方、あからですね、和音まで書いていきました。本当に慌てて、急いで、書くとバランス取りづらいので、一息入れながらですね、動画ちょっと長かったと思うので、途中休憩挟みながら、繰り返しご覧いただきながらですね、楽しくゆっくり丁寧に練習していただければと思います。焦りは本当禁物なので、ゆっくり楽しみながら練習頑張ってみてください。というわけで最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。